2018年のイギリスのサザービーズオークションで一番注目を集めた作品は風船と少女という作品で、なんと1億5000万で落札されました。ただ落札された瞬間に額縁の中に仕掛けられたシュレッダーが作動して作品の半分が裁断されてしまったんです。この作品を描いたバンクシーが仕掛けられたものですが、途中で止まるのは予想してなかったようです。バンクシーはオークションの後、この作品のタイトルを風船と少女から愛はゴミ箱の中に変更すると発表しました。オークションの途中に作品を壊して作品を完成させることも斬新だったので、世界的に有名になるきっかけになりました。その有名性のおかげで愛はゴミ箱の中には3年後の2021年に再度サザービーズオークションに出品されて、なんと当時の20倍の金額の30億円で落札されました。今日は正体も明かされていないアートテロリストバンクシーについて見てみましょう。バンクシーの活動は1990年ふるさとのイギリスのブリストルで壁にスプレーなどで文字やイラストを描くグラフィティライターとしてスタートしました。もちろんグラフィティは違法でしたので、バンクシーは警察に捕まらないようにより早くグラフィティをして逃げる必要がありました。なのでバンクシーはステンシールという方法を使いました。ステンシールは先にデザイン通り切り抜いたシートを用意して壁にそのシートを固定してからスプレーをする方法でした。ステンシールシートは繰り返して使えたので、バンクシーのグラフィティ作品でよく登場するのは警察、子供、猿などがあります。もう一つよく使われたのがネズミで、ネズミはバンクシーの自分のように暗い夜中に走り回りながら権力に抵抗して生きているという意味が込められています。正体がバレるとグラフィティができないと思ったバンクシーは、自分の芸術を続くためには徹底的に自分のアイデンティティを隠して活動を続けています。今も周りの数人以外はバンクシーが誰なのか分かっていないです。イギリス出身のアーティストの中で数人が有力候補として噂されていますが、まだ明らかになっていないです。バンクシーが人気があるのは単純に絵が上手いからではなく、絵の中に込められているメッセージに共感する人が多いからです。反戦主義、反資本主義、または既存の社会現象に対する批判などのメッセージが多いです。ナパームはアメリカが開発してベトナム戦で使った焼夷弾のことです。中央に書かれている少女は1972年にベトナムで撮影されたナパーム弾から逃げる少女という有名な写真にいる子供です。ナパームが村に落ちて燃えている服を全部脱いで逃げている少女と、アメリカの資本主義と文化を代表するミッキーとドナルドがその少女の手をつないで笑っている衝撃的な作品です。花束を投げる人はベツレヘムの壁に2003年に初めて書かれました。イスラエルがパレスチナを軍事的に支配して分離壁を建設した年に書かれました。パレスチナの権利を支持するためのこの作品は、パレスチナの男が火炎瓶の代わりに花束を投げようとしていって、暴力、戦争に反対する人たちに共感されて、いろんな形でコピーされました。有名になり始めたバンクシーは2005年に面白いプロジェクトを行います。世界的に有名な美術館や博物館に自分の展示会を開いたんです。しかし公式の展示ではなく、バンクシー本人だけしていた秘密展示会でした。博物館に自分の作品をこっそり置いたんです。大英博物館にショッピングカートを押す原始人を描いた石を置いたり、自分が描いたとんでもない肖像画をかけておいたりしました。彼の作品は長くは数日経っても見つからなかったです。
これは作品をまともに見ない観覧車と美術館の両方を批判するものでした。こんな型破りの行動に人々は熱狂し始めました。ある日、路上で面白い実験を行いました。道に看板を立てて自分のサイン入りの作品をたった60ドルで売りました。オークションでは数万ドルから数十万ドルになる作品でした。しかし美術館ではなく路上で売っている作品に人々は興味を持ってなかったです。バンクシーは1日でわずか8点を売り420ドルを稼ぎました。さらにそのうち2点は駆け引きされて半額で売れました。その後バンクシーがこれらの絵が自分が描いた絵であることを明らかにすると、60ドルだった絵が1日で数十万ドルになったそうです。自分の建物にグラフィティされると普通はテロされたと思って嫌がると思いますが、バンクシーがグラフィティを描くとグラフィティされた壁の前に保護板を設置するなどしてグラフィティを守っています。それもそのはずで、バンクシーのグラフィティがあれば建物の価値が数十倍にもなるからです。ブリストルの住宅街の入り口の外壁のおばあさんがくしゃみをする絵が描かれた家はもともと4000万円程度だったのが、バンクシーの絵が描かれてから7億円以上になりました。現在生きているアーティストの中で作品が最も高く取引されているバンクシーについて見てみました。次はどんな作品とパフォーマンスでメッセージをみんなに投げるか楽しみですね。今日はここまで。バイ。